どうもお疲れ様です。ババログです。今回は ADO 株式会社さんからこちらの電動アシスト自転車 ADO Air 20をご提供いただいたので、この自転車を使って京都に住んでいる私が観光客はほとんど行かない一人でも行けるおすすめの行きつけのお店巡りをしてきました。お得なクーポンも発行していただいているので、京都お住まいの方はもちろん紅葉シーズンの始まる京都に旅行に来られる予定の方はどうぞ最後までご覧ください。それではスタート。それではまず先に今回主役の電動アシスト自転車 ADO Air 20について紹介していきます。届いてから合計50キロほど走り回った感想は、とにかく楽にどこでも行けて最高でした。私の一番のお気に入りポイントは、デザインがむちゃくちゃスタイリッシュでタイプだったっていうことです。電動自転車ってちょっとママチャリ感があるものが多く、スタイリッシュな海外製のものとなるとむちゃくちゃお値段が高かったりします。おしゃれなものが大好きなので、身の回りのものはトータルでコーディネートしたいので、10年以上実用性よりおしゃれ優先でかなり生きったピストバイクに乗っていたんですが、タイヤは細いのですぐパンクするし、フレームも歪んできたりとかなりガタが来ていたので、完全に買い替えた方が良い時期に来てたものの、欲しい自転車もないし買い替えるタイミングもなくずっと乗っていました。この ADO Air 20は今まで気に入っていたピストバイクとは正反対のタイヤの小さなミニベロタイプで、普通の自転車だったらむっちゃ漕がないといけないと思って候補から外れて敬遠していったタイプなんですが、電動自転車なのでその心配がアシストされることによって払拭されました。自転車の色はグレーとこの私の大好きな水色があって、電動自転車として納得のできるお値段とスタイリッシュのデザインというところがビジュアル重視の私にはぴったりで、初めて欲しいと感じた電動自転車でした。ADO Air 20は電動アシスト自転車なんですが、通常30キロ以上あるフルアシストの電動自転車に比べるとかなり軽量で、正直軽いとは言えないんですが、バッテリー込みで重さが約 18.5 キロに抑えられていて、女性でもなんとか持ち上げられる重さになっています。軽量化を実現できているのは、フレームがすべてアルミでできていて、ベルト駆動でチェーンを使っていないことです。チェーンを使っていないということによって錆びる心配もなく、油を差す必要もないので、チェーンが服に絡んで汚れたり破れたりする心配がありません。ブレーキは油圧ディスクブレーキで、軽くブレーキをかけるだけでブレーキコントロールが可能で、雨の日でもきちんと止まってくれます。雨の日といえばリアタイヤからの泥とかの跳ね返りが心配ですが、泥よけがしっかりタイヤの後ろまでかかっているので、そこまで心配はないかと思います。そしてこちら、なんと電動自転車なのに折りたたみができるんです。ワゴンタイプの車によってはシートを倒さなくても乗せれるくらいむちゃくちゃコンパクトになります。うちの視聴者さんはアウトドア系の方は少ないかと思うので、折りたたんでキャンプに持っていくとかっていう方は少ないとは思いますが、アウトドア好きのお子さんがいる方は一緒にシェアしたり、マンションで自転車置き場がないとか盗難が怖いっていう方は家の中に入れたりできるので安心です。電動自転車なのでもちろんバッテリーがあります。バッテリーですっていうやつが見当たらず、本当にどこにあるのって感じなんですが、なんとサドルがバッテリーになってるんです。だから電動自転車感がなくすっきりした見た目になっています。充電するときはサドルを取り外して家に持って帰って AC アダプターで充電するか、もしガレージとかに電源があるお家はそのまま充電も可能です。6時間くらいあればフル充電ができて、だいたい100キロは走行できます。電動自転車ってバッテリー盗難とかが結構あるみたいなので、サドルのバッテリーは使いようがないので盗難の心配もありません。あとバッテリーが切れると電動自転車は重たくて焦げなくて地獄とよく言われるんですけれども、電源を入れずに自走しても普通の自転車とほとんど変わらず漕ぐことができるので、出先でバッテリーが切れても心配ありません。さて乗り方なんですが、電源はサドルの下のこちらのボタンを押してからハンドルのモニターの電源を入れて OK です。 IPS カラーディスプレイっていうやつで、高画質で視野角が広く、どの位置から見ても色の変化がないので、太陽光の下でも鮮明に表示がされます。電源ボタンとプラスマイナスのボタンの3つがあって、プラスマイナスのボタンでモードを3段階に変えられます。プラスを長押しするとフロントのライトがつきます。
モニターには速度とかバッテリー残量なども表示されて、 Bluetooth でスマホ専用のアプリと接続してマップやトータルの走行距離も見ることができます。京都市内はほとんど坂がなくて、普通の自転車でも特にしんどくはないんですけども、ちょっとしたなだらかな坂なら1のモードで平坦な道のままの感覚で十分登れ、坂の途中からスタートしたとしてもすごいスムーズにペダルを漕ぐことができたのがもう本当に感動ものでした。信号とかで止まった時の焦げ出しって結構よいしょって毎回なるんですけども、やっぱりスタートのアシストがぐっと効いているので、この点が疲れずにどこまでも遠くに行けちゃうところだと思います。普段はバスや地下鉄を乗り継がないといけない場所や鴨川沿いを北上してサイクリングを楽しんだりと、京都市内を縦横無尽に乗り回した後に前のピストバイクに久しぶりに乗ってみたんですが、こんなに漕ぐの大変だったっけって思ったぐらい ADO Air20 は軽快に移動できてたことを実感しました。いろいろカスタマイズして気に入っていたピストバイクですが、この電動自転車に慣れてしまったらもう戻れなくなってしまいました。それではお待たせしました。もう映えてるだけで味は普通のお店より美味しいものでしかカロリーを取りたくない私が何度も通っている、一人でも行ける間違いなしのおすすめのお店を紹介していきます。1軒目はカウンター7席ほどの昔ながらの洋食屋さんますや。上にオムレツを乗せて切ってドローンってなるやつより、もうオムライスはもう一周回ってもうこんなんでいいのよってやつで、このご時世で600円、コンソメスープは70円と他のメニューも衝撃的な安さで、全部安定の美味しさでお昼はいつも満席です。京都の中心地の阪急烏丸駅からも歩いて行けて、近くに仏光寺もあるのでぜひどうぞ。お昼をますやで済ませた方には必ず行ってほしいますやからすぐのノーウェアマン。このフィナンシェは私のフィナンシェ人生でナンバーワンのお店です。外はカリッとしてて中はしっとりと食感が最高すぎるので、お土産に渡したら喜ばれること間違いなしです。ライトアップする当時に行ったら行ってほしいのがミスター餃子です。京都発祥の餃子の王将に次いで京都では餃子の有名店です。きゅうりの丸漬けと餃子をセットで頼むのがお決まりになっています。土日は結構並ぶので、平日の中途半端な時間におやつ感覚で行くのがおすすめになっています。京阪神宮丸太町から徒歩5分の冷泉通りにある、今まで食べたバインミーの中で一番美味しい 120g、 京都らしく漬物を使ったバインミーもあり、パクチーと唐辛子がかなり効いているので、辛いのが苦手な方はなしにしてもらった方がいいくらいちょっと辛いです。持ち帰り専門なので、天気のいい日は鴨川で食べるのがおすすめです。皆さんご存知の有名どころも一つ紹介しておきます。そのまま鴨川を北に上がると豆餅が有名な出町双葉があります。豆餅を買ったらすぐ行ける鴨川と高野川が合流する有名な鴨川デルタで豆餅を食べるっていうのも京都観光のおすすめコースでもあります。合計高安など京都のラーメン有名店が集中している激戦区吉祥寺でお気に入りなのがラーメン東筆です。一乗寺は京都のかなり北にあり、遠くてなかなか行けないので美味しいラーメンを結構我慢できてたんですが、今回 ADO Air20 で余裕で行けてしまって通ってしまいそうでちょっと困っています。堀川今出川の安倍の生命神社に行くなら、そこから徒歩10分ぐらいで行ける親子丼が絶品の鳥居和郎がおすすめです。創業が1945年と老舗の歴史のある日本家屋のお店で、趣のある中庭もあり、京都らしさを感じながら親子丼をいただけます。ここも人気で開店前から結構並んでることが多いですが、お昼のメニューが親子丼だけなので、座ったら出てくるのを待つだけで開店は早いです。鶏のスープも絶品で、あとちゃんとスイーツも食べれるぐらいのちょうどいいサイズの親子丼になっています。和食のイメージのある京都ですが、実は美味しいパン屋の激戦区でもあるということをご存知の方も多いと思います。その中で私が今一番ハマっているのがこちらのファイブランです。本店は烏丸大池にあって、京都高島屋と最近大阪のグランフロント南館にもお店ができました。看板メニューはこちらのパティシエールというクリームパンなんですが、私が一番気に入っているのがこちらのブリオッシュベニエというドーナツです。シンプルなドーナツ史上1位に最近躍り出ました。上にかかっているパリッとした砂糖の食感を楽しんでほしいので、明日のパンにせず買ったらすぐに食べてほしいです。人気で売り切れるパンも多く、たまに豊富に揃ってるとどれも美味しくて諦めきれず買いすぎてしまうので、ちょっと困ったところです。
ファイブランの近くに福岡から来た有名なアマムダコタンが11月2日にオープンしましたが、大行列すぎてまだまだ買えそうにないので、2、3時間も並べないっていう方はファイブランの方をおすすめします。ホルモン好きな人は味が間違いないです。名物がホトといういわゆるマルチョウが絶品で、特製の透き通ったタレがさっぱりしていて量が多いのでハーフにもしてもらえるんですが、私はこの量一人で食べても全然胃もたれせずペロリと食べられます。カウンターもあるので、吉牛とか一人で行ける人は一人焼肉余裕でできるので、気になる方は挑戦してみてください。焼き芋の移動販売って見た目で絶対美味しいって思うものの、やっぱり当たり外れがありますが、京都でこの形の軽トラを見かけたら絶対買ってほしい移動する竹村商店さん。たまたま見つけて買ったら大当たりすぎて、それ以来遭遇待ちをしてたんですが、 X で当日の販売場所をツイートしてて、 Google マップで移動状況も確認できることを知ってから、食べたい時はいつも追っています。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。自転車やおすすめのお店の詳細は概要欄に載せてありますので、興味のある方はぜひ概要欄からご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。